今回は頸髄を損傷して体が不自由になってから僕の身に起きたことで、場合によっては生死に関わるような、危険な出来事を5つほど紹介します。まず1つ目、真冬に人気の少ない駐車場で車椅子から転落。僕は普段車を運転しているので、車椅子から車に移乗をしなければいけないんですが、その移乗するときにこれまで何度か失敗して転落してます。車椅子から落ちてしまうと、僕の場合自力で車椅子に戻ることはできないので、誰かの手を借りるってことになるんですが、そんな時に周りに人がいないって時が本当に最悪です。それでこれが冬に起きるってことが結構多くて、なぜかっていうと、冬は厚着をしなければいけないので、何枚も服を着ているとうまく体を動かすことができなくなってしまうんですよね。それに僕は真冬は凍えるように寒くなる青森に住んでいるので、冬になると雪やら氷やらで、路面の状況が結構悪くなって、車椅子のブレーキをかけていても車椅子が安定しないってことがよくあります。そんな状況で車椅子から車の移乗をするので、失敗して転落してしまうってことがあるわけです。それでも最悪転落した時には周りに助けを求めて2人がかりとかで車椅子に戻してもらうんですが、これが周りに人気がいないって時が本当に最悪です。僕はそういった状況になった時が真冬に2回ほどあって、その時は幸いスマホが手の届く場所にあったので、誰かに連絡して助けてもらったんですが、もしスマホに手が届かなかったらと思うと、もうどうなっていったのか、多分大声で叫んで誰かに助けを求めるしかなかったと思います。なので同じような障害をお持ちの方はぜひとも車と車椅子の移乗は人気がある駐車場で行うってことをお勧めします。そして2つ目、気管に食べ物を詰まらせて呼吸困難。食べ物や飲み物を気管に詰まらせてしまった時、僕のように頸髄を損傷して胸から下が麻痺してしまうと、腹筋も当然麻痺して使えないので、うまくむせて吐き出すってことができないので、あれは本当にマジで危険です。これは今まで何度も経験していて、その度に吐き出すのに必死でぜいぜいなりながらやっとで吐き出して、そしてボロボロ涙が流れてきて本当に死ぬかって思います。それでそういった状況になるのが、友人と楽しくおしゃべりしながら飲み食いしてるって時に起こるってことが多いんですよね。それまで楽しく会話していたのが一瞬で凍りつくっていう。でもその場合も周りに誰かいる時なら、背中を叩いてもらったりとかお腹を押してもらったりとかして、どうにかなるので、そういった時のために、気管に詰まらせると、話すってことがうまくできなくて、周りにいる人もどう対応していいかわからないと思うので、そういった時のために周りの人にどうしてほしいのかっていうのを自分の中で明確にするようにはしています。これがもし一人でいて、気管に何か詰まらせてしまって取り除けなかったらと思うと、それはマジで本当に恐ろしいですよね。そんな死に方はしたくないです。僕は何度か一人で食事をしている時に詰まらせたことはあります。あれは本当に危険で、呼吸ができなくなるっていうのは本当に恐怖で、パニック状態みたいな感じになるので、なのでできるだけ一人で食事はしない方が本当はいいですね。一人で行動している時も周りに人がいるところをどこか選んで食事をするとか、そういう方がいいのかなって思います。そして3つ目、これは現在も進行形のことなんですが、褥瘡です。褥瘡っていうのは一般的に床ずれというふうに言ったりもしますが、寝たきりの人とか僕のように下半身が麻痺していて車椅子に乗っている人にリスクがあるもので、体重で圧迫されているところの血流が悪くなって赤くなったり、悪化すると傷ができて、ただれてしまったりするマジで恐ろしいもの、それが褥瘡です。僕の場合はそれが足の裏に数年前からできてしまっていて、でき始めの頃はただ赤くなっていて気をつけなきゃなっていう感じで思っていた程度だったんですが、ある時なんか変な汗をかく日が続いて、いつもなら膀胱の調子がおかしい時に汗を
かくってことが多いんですが、膀胱には何の異常もなくて、ずっとおかしいなというふうに思って調べているうちに、足の裏のその赤くなっている部分が圧迫されて汗をかいているっていうことに気がついて、それからやっと足の裏をケアするようになりました。感覚がないって本当に恐ろしくて、ずっと汗を出すことで体自体は異常を伝えてたんですが、痛みを感じない自分自身はそれに気づかないっていう、それからできるだけフットレストから足を外して除圧をするようにはしているんですが、発見してから今まで、7、8年くらいになるんですが、未だにそれは完治していません。未だに足をフットレストに長時間乗せていると体の調子が悪くなります。本当に褥瘡って、一度できてしまうと治りづらいんですよね。それで、褥瘡ができた場所が、僕の場合は足の裏なのでまだマシだと思うんですよね。これがお尻にできてしまうと、本当に大変で、車椅子に乗れる時間が制限されたりとか、悪化すると車椅子に乗れなくて手術をしなければいけない場合とかがあって、それで手術をすると数ヶ月うつ伏せの状態で過ごさなければいけなかったりすることもあるそうです。数ヶ月うつ伏せの状態でいなければいけないって本当に過酷すぎますよね。何もできないですよね。地獄です。本当に褥瘡は一度できてしまうと、治りにくくて、生活の質を一気に落とすマジで恐ろしい危険なものなので、同じような障害の方は甘く見ずにぜひ気をつけてください。危険な出来事4つ目、バックドロップで後頭部を強打。これはつまり車椅子が後ろにひっくり返ってしまって後頭部を地面に強打してしまった出来事なんですが、これも本当に危険ですよね。何があって腹筋背筋が効かない僕らとかは受け身を取るってことができないので、そんな感じで後ろにひっくり返ってしまった時はもろにスコーンって後頭部がぶつかっていくんですよね。これ本当に当たりどころが悪いと怪我どころじゃなくて、一気にあっちの世界に行ってしまう気がします。僕はそんなバックドロップの経験が2回ほどあって、どちらも坂道を下っている時に起きたんですが、その時はうまくブレーキをかけられずに、勢いがついてしまってスピードが上がって、それで後ろに体重をかけすぎてそのままバックドロップしたっていう感じになります。確かその時は車椅子ユーザーになってから 2,3 年くらいの時期で、初めのうちは車椅子に転倒防止バーっていう車椅子がひっくり返らない器具をつけてたんですが、それをつけてたんですが、だんだん車椅子の操作に慣れていくとそれが邪魔になっていって、結局その時は外していたんですよね。それで車椅子の操作に慣れて調子に乗っているうちにそんな目にあったわけです。それにその時は車椅子の背もたれも結構低くしてたんですよね。その時期っていうのは車を自分で運転できるようにもなった時期で、車に車椅子を積み込みやすくするために、できるだけ車椅子をコンパクトにしたいと思っていて、それで転倒防止バーを外したり背もたれも低くしたりしてました。ただ背もたれを低くしすぎると、そうやって後ろにひっくり返るリスクが高くなるので本当に危険です。ということで、その時は打撲と 1,2 週間首が痛かっただけで済んだんですが、本当に当たりどころが悪いと恐ろしい結果になりかねないので、同じような障害の方は気をつけてください。最後に自律神経過反射っていう恐ろしいものについて話します。この言葉は知らない方も結構多くいらっしゃるのかなと思うんですが、これは頸髄を損傷すると起こりうる、これも本当にマジで危険な症状なので、知らない方は覚えておくことをお勧めします。頸髄を損傷したり、脊髄損傷の一部の人は、よくおしっこが出るときとか排泄関係で、異変があるときに汗が出たりとか、頭が痛くなったりとか、体に異変を感じるってことがあると思うんですが、それを例えるとさざ波の症状だとすると、それが一気に津波となって襲ってくる、それが自律神経過反射です。僕が経験したのは、とにかく頭をハンマーでガンガン叩かれているように痛くなって、
汗も滝のように流れてきて、本当にパニックになってしまって、一度経験すると、それがトラウマになる、死ぬほど苦しい状態です。この自律神経過反射が起こる原因はというと、下腹部で何か異変が起きた時に、起こるってことが多いらしくて、多くは膀胱に異変がある時に起こるらしいです。僕はこれを3回経験しているんですが、その経験した3回のうち2回は膀胱に尿が溜まって排出することができなくて、パンパンに膀胱が腫れ上がった時に起こってます。僕の場合はそれがいずれも自宅にいる時に起きたので、家族に助けを求めることができましたし、原因を取り除いて、どうにか生き延びることができたんですが、これがもし外出先で起きたとか、一人でいる時に起きたとか、そう考えると本当にゾッとします。本当に救急車を呼ぶくらいのレベルの話で、この症状は今まで、そういった経験をしたことがないと、どうやって対処したらいいのかがわからない場合が多いと思うので、同じ頸髄損傷の方はいつか起こる可能性があるので、必ず覚えておいた方がいいと思います。そしてこの自律神経過反射の多くは膀胱に原因がある時に起こるので、まずは膀胱に尿が溜まっていないかっていうのを確認した方がいいと思います。より詳しく知りたい方はググってみると結構いろいろ記事があるので調べてみてください。本当にこの自律神経過反射は危険で、1回経験するとトラウマになるくらいの症状なので、忘れずに覚えておくことをお勧めします。ということで今回は頸髄を損傷してから自分の身に起こった危険な出来事を5つほど紹介しました。同じような障害をお持ちの方はあなたの身にも起こる可能性があるので、ぜひとも気をつけていただきたいです。今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。